私のブースターちゃんが。開始早々どうしたんだ？聞いてください。私のブースターちゃん、メタグロスにボコボコにされてしまったんです。ブースターちゃんは炎タイプ、メタグロスは鋼タイプ、相性は悪くないはずなのに。そりゃあ地震で確定一発だからな。でも、ブースターちゃんの火力知ってますか？なんと攻撃種族値がガブリアス様と同じなんですよ。弱いはずがないんです。そうか、でも悲しい事実を知らせねばならない。EV とその進化系の8体、通称 V ズ。可愛い見た目とは裏腹にシングルレートでも活躍するものが複数存在する。そう、そして私が一番好きな V ズがブースターなんです。いいか、ブースターは V ズの中でシングルレート使用率最下位だ。そんなバカな、ガブリアス様と同じ攻撃種族値なんですよ。よく考えるんだ。攻撃力がもっと高くて素早さももっと高い炎タイプのポケモンをご存じないか？そう、攻撃素早さともにブースター以上、おまけに技範囲も積み技も豊富なポケモンがすでにいるのだよ。シングルレート使用率291位、V ズ内最下位。そう、ブースター、お前が V ズの恥だ。あんまりだ。そんなこと言わずになんとかブースターちゃんを進撃させれませんかね。きっとやればできる子なんです。左上にブースターちゃんが光り輝いてますね。正直ブースター使うの初めてなんだよな。こちらのパーティーはブースターさんの苦手な地面、岩、水タイプを抹殺するカプブルルさん。ブースターさんをいじめるボーマンダやガブリアス対策のマンムーさん。ブースターさんを活躍させるため、玄米、高速移動、バトンタッチを覚えた変態型ハッサムさん。エレキフィールドでとりあえずあくびを阻止するコケコさんで、ブースターさん介護パーティーを作りました。右下のジャラランガさんは飾りです。ジャラランガさん最近出番なさすぎてそろそろ怒ってきますよ。さあこちらの選出ですが、ブースターさんで全抜きするためにバトンハッサムさんは確定。相手のランドロスやレヒレも牽制できるようブルルさんも連れて行きましょう。さあ進撃のブースターちゃん開幕ですね。今回も QR になってますが、自作の QR パなのでご安心ください。それではお相手さん、対戦よろしくお願いします。おっとお相手は地面タイプの V ズ、ランドースですな。サンダースみたいに言わないでください。しかもこんな V ズがいたら子供たちが泣いてしまいます。めっちゃ威嚇する V ズがいるわけないです。威嚇ももらっちゃったし、ブルルさんに引いていこうか。ブルルさんはグラスフィールドでランドロスの自身の威力を弱められます。飛行 Z なら即死なんですがまあ大丈夫でしょう。なんすかその根拠のない自信は。ブルルさん降臨です。ブルルさんはカプの中では使用率が一番低いですが、シーズン11の最終1位の構築にも入るなど、決して弱くはないです。おっとビルドアップか。ビルドアップ持ちのランドロスは木の実を持っていることが多いです。飛行 Z はほぼ飛んでこないでしょう。なるほど。こういうランドロスの技はビルドアップ、身代わり、自信、撃ち落とすが多いので、多分引いてきます。リザードンだと厄介なので、交代読みで岩石封じを打ちましょう。予想通り引っ込めですね。よーし。歴代御三家最強格のリザードンといえども、メガもしてない状態でブルルさんの岩石封じを食らえば、一撃なんだよな。うまく読みがはまりましたね。シーズン11で1位だった人は耐久型のブルルを使っていて、このブルルのように岩技がなかったので、リザードン使いはブルルの岩技を警戒しないのかもしれませんな。なるほど。お相手はポリゴン2です。ブルルさんってめちゃくちゃ火力あるからポリゴン2をしきれないかな。防御に特化してなければいけるんじゃないですかね。このポリゴン2早くないですか？身代わり持ちのポリゴン2はかなり素早さに振ってる印象ですな。でもその場合物理耐久にはそこまで熱くないはずなので、ブルルさんで押し切れるんじゃないでしょうか。なるほど。とりあえずウッドハンマーは反動があるのでウッドホーンに切り替えて殴り続けましょう。はい。あれ、こっちが先に動きましたよ。おっとまさかの同速対決ですか。ダメージ量はまあ悪くないですな。グラスフィールドが切れる前に仕留めたいところではあります。ダウンロードで特攻が上がっているからこれ痛そうだな。これ、次の同速対決で先に動いた方の勝ちですな。同速対決には必勝法があり、ポケモンとの絆が強い方が同速対決を制することができます。初耳です。私と心が通い合ってるブルルさんが負けるわけないんだよな。ポケモンとの絆の強さ、完全に負けてましたね。しかしここからが私たちの本気なのだよ。ハッサムさん降臨です。このハッサムさんは剣舞、高速移動、バトンタッチを持つ変態型、ポリゴン2など積みの起点でしかないんです。なるほど。でもバトンタッチするならバシャーモさんとかでやっちゃダメなんですか？バシャーモ使うんだったら最初からブースター使ってねえよ。
すいません。まあ他のポケモンでバトンしてもよかったんですが、ハッサムさんの方がバトンがバレにくいんですわ。確かにハッサムさんのバトン所持率は 2% 未満ですもんね。何やってんだー。何麻痺ってんだよ。これも絆の力が足りてない証拠ですね。甘く見てもらっちゃ困るぜ。高速移動を積んでしまえば、麻痺状態でもポリ2を抜けるんだよな。何やってんだー。やる気あんのか？絆の力不足ですよ。ポリ2にやりたい放題されてますね。こちらのハッサムは身長 HD なので、ポリ2の攻撃も数回耐えられます。まだ余裕はありますな。ほう。よーし、動いた。さあ変態型ハッサムの真骨頂を見せてやるぜ。お相手も高速移動にはびっくりでしょうね。これも搭載率 2% 未満の技です。よし、この身代わりを割ってからブースターさんにバトンタッチしよう。一応高速移動持ちなのでバレットパンチより火力の出るアイアンヘッドにしてますが、どちらが良いかは諸説です。というかよっぽどのことがない限りバトンハッサム自体進められませんよね。ただの奇襲作戦だからな、汎用性はありません。よし、満を持してブースターさんにバトンタッチします。ついにブースターちゃんが、ブースターさんの足の遅さでも高速移動を積んでいれば全てのポケモンを抜けます。そして火力も2倍なのでこれは楽しみですね。さあハッサムよ、バトンタッチだ。何やってんだー。恥なのか？お前も恥なのか？絆の力が弱すぎますね。特防に振ってたおかげでなんとか助かったぜ。次こそ決めてくれよ。フラグかな？よーし。お相手もまさかハッサムがバトンしてくるとは思うまい。攻撃2倍、素早さ2倍のブースターちゃんが爆誕しますね。ブースターちゃん降臨です。ブースターよ。まひるなよ。フラグかな？これが絆の強さなのだよ。よく今更絆とか言えますね。さあブースターよ、お前が恥じゃないってことを見せつけてやれ。レート使用率8位まで上り詰めたこの耐久の化け物。ポリゴン2を言葉みじんにしてやれ。ああ、私の愛しきブースターちゃん輝いてます。さすがはガブリアスと同じ火力です。ハッサムのバトンという奇襲の中の奇襲を仕掛けてやっとなんですがな。どんな不意打ちをしても可愛いは正義なんですよ。そうなのか。さあラストは全ポケモンで使用率2位の地面ブイズ、ランドオスです。ブイズじゃないし、ランドロスです。ビルドアップ持ちのランドロスって結構耐久に振ってる印象です。でもその耐久力もブイズで一番の物理火力、ブースターさんの前には無力だということを教えてやりましょう。さあ行くぞブースター。思い出せ、ブイズの恥だと蔑まれた日々を、バシャーも、リザードン、ヒードランの劣化だと笑われた日々を、お前を舐め腐る全人類に裁きの鉄槌を、ご唱和ください。ブースター舐めになよ。ブースターちゃんやりましたね。ランドロスもコッパみじんです。それではお相手さん、対戦ありがとうございました。いやー、ブースターちゃんが報われてよかったです。ランドロスもポリ2も倒してるんだからブイズの恥なんて言わせませんよ。かなり強引な扱い方だったけどな。可愛いは正義なのです。会話が若干噛み合ってないけど、まあめでたしってことにしましょう。めでたしめでたし。なーにがめでたしだ。チャラランガさん。まさか俺が3回連続で動画に出ないなんてことないよな。だって今日はブースターちゃん会ですよ。チャラランガさんが出る番ではないんじゃないでしょう。異論は認めねえ。さあ俺と一緒にレート兵行くぞ。仕方ないな。3分だけ付き合ってやるか。3分もあればボーマンだとガブリアスとミミッキュ倒せるわ。随分自信があるようで。それではおまけ試合です。対戦よろしくお願いします。初手は相手のペンドラー以外にぶっ刺さってるカメックスだ。お相手はムーマージですね。お相手よ、重くないか、カメックス。ムーマージって何してくるんだろうな。まあ悪の波動で一撃よ。お相手は電磁波ですか。ああ、これはあれだ。ペンドラーでバトンしてくるやつじゃないですかな。バトン先がジャラランガのやつ。なるほどな。だがそんな戦術にはまる俺たちじゃないんだぜ。ここ多分置き土産で退場してくるでしょう。ペンドラーが出てきたら速攻で俺に飛行。やっぱ置き土産ですよね。置き土産は相手の攻撃特攻を2段階下げます。積バトンの起点役はよくこの技を持っています。案の定ペンドラーです。ジャラランガには挑発も専用 Z もあるので引いていきましょう。はあ、久方ぶりの出番が回ってきたな。お前ら俺の活躍を目に焼き付けとけよ。二度と他のポケモン使いたくならないくらいかっこいいところ見せてや。うるさいのでカットだ。ひどい。ジャラランガさん降臨です。
さあ暴れるぜ。お相手は影分身ですね。こっちには回避率関係なしに当たる専用 Z、さらにはバトン阻止の挑発もあるから問題ないな。この手のパーティーのジャラランガは防音なのでここでバトンされると専用 Z が効きません。しかしその場合は裏のスカーフガブリアスさんで上が取れるので問題ないでしょう。ここは挑発でいきます。お相手も抜かりなくバトンを決めてきます。やっぱり裏は防音ジャラランガでしょうな。確かにジャラランガ使いがジャラランガ対策を怠るわけねえもんな。さあ予想通りのジャラランガです。どっちが最強かを見せつけてやるぜ。まずは挑発、これでバトンジャラランガによくある身代わり腹対抗を阻止するぜ。ここからはひたすら拳での熱い殴り合いだ。そんなむさ苦しい光景見たくないんですが。まあどの道スカーフガブリアスさんの一環ができてるので、ここでジャラランガさん負けても問題ないです。問題大ありだわ。俺がかっこいいとこ見せて締める、それが大事なんだぜ。そうですか。相手は十中八九防音なのでドレインパンチで殴ろう。ノーマル Z。そんなジャラランガ知らないんだが初めて見たな。Z 腹太鼓だと。マジか。でもこれチャンスなんじゃないか？ああ、相手の HP は半分。ドレインパンチで沈めてやるぜ。ほら影分身積んでるの忘れてたー。安心しろジャラランガ、お前の仇はガブリアスが取ってくれる。こんなはずじゃなかった。ジャラランガ対決に負け、ガブリアスに尻拭いをしてもらうジャラランガさん。無念。ガブリアスさん降臨です。相手のジャラランガはペンドラーの加速で素早さが上がってますが、こちらもスカーフ持ちなので上を取れます。やっぱり信じられるのはガブリアス様だけのようです。さあこの600族の恥を吹き飛ばせ。ジャラランガ大活躍です。お相手のなんですがね。対戦ありがとうございました。